こんにちは、ソニック研究員の KT です。さあ今回はソニック七変化ということで、これまでのシリーズ中でソニックが変身した色々な姿をご紹介していこうと思います。皆さんソニックっていうと何色を想像しますか？これはもちろん青ですよね。セガのロゴと同じ青色の体を持ったセガの看板キャラクター、それがソニック・ザ・ヘッジホッグです。この姿に関してはもうソニックファンだけじゃなくて一般常識レベルで知ら渡っていると思うんですけど、実はソニックってこれとは違う色々な姿に変身することができるんです。それは例えば強敵と戦うために進化した姿だったり、逆に敵にやられて姿を変えられてしまったり、中にはあのソニックが闇落ちしてしまった姿なんかも存在します。ということで今回の動画ではこれまでのシリーズに登場したソニックの変身姿を7つご紹介したいと思います。細かいものも合わせるともうちょっとあるんですけど、今回は中でも主要な姿を7つ厳選してきました。ソニックの変身姿、1つはかなり有名なのですぐわかる方も多いかと思うんですけど、7つ出てくる方っていうのはこれなかなかいないんじゃないかと思います。きっと初めて見るソニックの姿なんかもあると思うので、ぜひ楽しみに見ていただけると嬉しいです。それでは早速始めていきましょう。まず最初にご紹介するのはスーパーソニック。こちらはかなり有名な姿なので見たことある方も多いかと思います。スマブラに登場するソニックの最後の切り札としても有名ですよね。普段は青い体をしたソニックが金色に輝いていて、頭の針が逆立っているのが特徴です。このスーパーソニックというのはソニックがカオスエメラルドの力を借りてパワーアップした姿です。これソニックファンからすると常識なんですけど、ソニックをあまり知らない方からすると、まずカオスエメラルドって何って感じですよね。ちょっと皆さんスマブラのソニックを思い浮かべてほしいんですけど、ソニックの最後の切り札が終了した際に何かが飛び散る演出があると思います。一瞬の演出なので実際に何が飛び散っているかまでは意識したことないかもしれないんですけど、あの最後の切り札発動時に飛び散っているのがカオスエメラルドです。このカオスエメラルドというのはソニックたちの世界にある宝石で無限のパワーを生み出す石と呼ばれる超物質です。その異名の通りとてつもない力を秘めた宝石で、飛行機を燃料を使わずに飛ばすことができたり、巨大レーザー砲の動力になったり、人によってはこのカオスエメラルドを使ってワープすることなんかもできます。そんなカオスエメラルドなんですが、実は全部で7つあって、ソニックたちの世界のどこかにチリチリになって隠れています。今紹介したようにカオスエメラルドはとてつもない力を秘めた宝石なので、それを7つ全て集めることができれば、例えば世界征服なんかも夢ではありません。そのため実はソニックシリーズのヴィランであるドクターエッグマンはこのカオスエメラルドの力を使って世界征服を企んでいるという設定なんですね。ソニックシリーズのうちのほとんどのストーリーはこのカオスエメラルドをめぐってソニックとエッグマンが争うという話になっているので、実はこのカオスエメラルドというのはソニックシリーズには欠かせないキーアイテムなんです。少し脱線してしまいましたが、今紹介しているスーパーソニックはこのカオスエメラルドを7つ全て集めたソニックがその強大な力を受けて変身した姿なんですね。そのスーパーソニックは先ほど紹介したような見た目の変化はもちろん、能力の面でも色々とパワーアップしています。例えばソニックはその名の通り音速で走ることができるんですが、スーパーソニックになると音速を超えた亜高速のスピードを出すことができます。加えて空中を自由に飛び回れるようになっているので機動力が格段に向上しています。さらに敵の攻撃を受けても一瞬ひるむだけでダメージは負わないなどめちゃくちゃなスペックを誇っています。カオスエメラルドのとんでもないパワーを受けてもうとんでもない強さを手に入れちゃったんですね。ただもちろんこの状態をずっと維持することはできなくて、スーパーソニックになっている最中は何もしてなくても時間経過でリングが減っていき、リングが0枚になると元の状態に戻ってしまいます。なのでスーパーソニック状態で敵と戦う際は定期的にリングを補充しなければならないという制約が出てきます。それでも十分お釣りが出るくらい強いんですけどね。このスーパーソニックはソニックアドベンチャーなどの 3D ソニックではラスボス戦で登場することが多いです。変身する際はいつも非常に熱い展開を見せてくれるので、その後のラスボス戦はめちゃくちゃ心に残っています。これらのシーンでソニックにハマったという方も多いんじゃないでしょうか。一方でこのスーパーソニックが初めて登場したのはシリーズ2作目のソニック・ザ・ヘッジホッグ2なんですが、この頃のスーパーソニックはやり込み要素をクリアしたご褒美的な立ち位置でした。ソニック・ザ・ヘッジホッグ2ではステージ中でリングを50枚以上集めた状態でチェックポイントに触れると光の輪が出現して、その光に触れるとスペシャルステージという特別なミニゲームが始まります。そしてそのミニゲームをクリアするとカオスエメラルドを1つ入手できるというシステムになっていました。そしてこのミニゲームを何度か繰り返して全てのカオスエメラルドを集めることでスーパーソニックが解放されるんですね。スーパーソニックになるにはステージ中で50枚以上リングを集めた状態でジャンプする必要があります。
3D ソニックとはだいぶ違った仕様ですが、スーパーソニックになっている間はダメージを受けないことや、時間経過でリンクが減っていき、ゼロになると元に戻ってしまうという設定はこの頃から健在です。3D ソニックのような熱い演出はありませんが、敵やトラップをガン無視してステージを疾走するのはめちゃくちゃ爽快感があって気持ちいいので、ストレスが溜まった時なんかはぜひおすすめです。リング50枚貯めるところで逆にストレス溜まっちゃうかもしれないですけどね。さあ、そんなソニックの最後の切り札でもあるスーパーソニック。非常にかっこいい姿なので印象深い方もたくさんいるかと思うんですが、皆さんこのスーパーソニックのさらに上の姿があることはご存知でしょうか？実はこのスーパーソニックは最終形態ではなくて、まだもう一段階パワーアップすることができるんです。ということで続いては、ソニック七変化の2つ目として、スーパーソニックを超えた姿、ハイパーソニックについてご紹介します。今回ご紹介する2つ目の姿、ハイパーソニック。まず皆さんにお聞きしたいんですけど、ハイパーソニックって知ってますか？さっきのスーパーソニックはかなり有名だと思うんですけど、ハイパーソニックの方に関しては初耳ですという方も多いかと思います。初期のソニックやってた方々は比較的ご存知かもしれないですね。というのも、実はハイパーソニックというのはソニックシリーズの中でたった1作品にしか登場しない姿なんです。昨年30周年を迎え、これまで何十本ものゲームを世に送り出してきたソニックシリーズの中でたった1回のみの登場、相当レアな姿なんですね。そんなハイパーソニックが登場したのは1994年発売のソニック・ザ・ヘッジホッグ3およびソニック&ナックルズです。あれ ?1 本とか言ってたのに2本に出てるじゃんと思った方、ちょっと待ってください。実はこのソニック・ザ・ヘッジホッグ3とソニック&ナックルズという2本のゲームはめちゃくちゃ特殊なゲームなんです。どういうことかというと、まずこれら2本のゲームはもともと1本のゲームとして売り出す予定だったんですね。なんですが、スケジュールの関係で発売までに完成させることができなかったので、急遽ゲームを前後編に分けて、前半部分をソニック・ザ・ヘッジホッグ3として、後半部分をソニック&ナックルズとして発売することになったんですね。ただこの2本のゲームはある特別な仕掛けが施されていて、なんと後から発売したソニック&ナックルズのカートリッジに前編のソニック・ザ・ヘッジホッグ3を差し込めるようになってたんです。そしてこの状態でゲームを始めることによって分作になった2つのゲームが合体して、もともと予定していた1本のゲームとして遊ぶことができるようになったんですね。具体的には前編のソニック・ザ・ヘッジホッグ3のラストステージをクリアすると、そのままシームレスにソニック&ナックルズのファーストステージにつながるといった感じです。ちなみにこのソニック・ザ・ヘッジホッグ3とソニック&ナックルズが合体した状態はソニック3&ナックルズなんていう名前で呼ばれているので、この名前ぜひ覚えておいてください。そして今回紹介するハイパーソニックはこのソニック3&ナックルズの状態でしか登場しないキャラクターなんです。ハイパーソニックになるにはまずはスーパーソニックの時と同様にスペシャルステージをクリアして回って全てのカオスエメラルドを入手します。そしてその状態で後半のソニック&ナックルズパートに出現する巨大なリングに触れると祭壇のような場所に飛ばされるんですね。するとこれまで集めてきたカオスエメラルドたちが祭壇に収まり輝きを失ってしまいます。なんですが、この輝きを失ったカオスエメラルドの上に乗るとまたスペシャルステージが始まって、このスペシャルステージをクリアすることでエメラルドに光を取り戻すことができます。そしてこの作業を繰り返して7つのエメラルド全ての光を取り戻すことによってようやくハイパーソニックが解放されるんですね。つまりハイパーソニックを解放するには全部で14個のスペシャルステージをクリアする必要があるということになります。さすがはスーパーソニックを超えた存在なだけあって一筋縄では拝めない姿になってますね。ちなみにこの光が戻ったエメラルドはカオスエメラルドではなくて、カオスエメラルドよりさらに大きな力を秘めたスーパーエメラルドという宝石にパワーアップしているという設定になっています。カオスエメラルド以上の力を持つスーパーエメラルドによって変身する姿、それがハイパーソニックなんですね。少し前置きが長くなってしまいましたが、それでは実際にハイパーソニックの姿を見てみましょう。ハイパーソニックの姿はこのようになっています。体は虹色に輝いていて周囲に光をまき散らしながら移動するなど、スーパーソニックよりさらにきらびやかな姿になっているのがお分かりいただけるんじゃないかと思います。トゲの逆立ちも心なしか激しくなってますね。またこのハイパーソニックはスーパーソニックよりさらに速いスピードを出すことができるという設定もあります。ゲーム中ではこのスピードの差は移動中の残像で表されていて、スーパーソニックでは残像は見えないんですが、ハイパーソニックになると残像が生じるのでハイパーソニックの方が速いということになるんですね。スーパーソニックの時点ですでに亜高速で、それより速いとなるともういよいよ高速になっちゃうので、もう残像がどうとかいうレベルじゃない気もしますけどね。このようにいろいろな点からスーパーソニックより上だということがわかるんですが、もちろんゲーム中での性能も完全にスーパーソニックを上回っています。スーパーソニックと同じように常に無敵状態であることに加えて、ハイパーソニックの固有アクションとして
ジャンプ中に色々な方向へダッシュするというアクションが使えます。しかもこのダッシュを発動すると画面が一瞬光って、その時画面内に見えてる敵を全滅させることができるんです。もう最強ですね。間違いなくシリーズで最も強力なキャラクターだと思います。ただ残念ながら最初に言ったように、このハイパーソニックはソニック 3& ナックルズでしか登場しないんですよね。もっと出てきてもいいような気するんですけどね。そんなハイパーソニックですが、来月発売予定のソニックオリジンズには今紹介したソニック 3& ナックルズが収録されているので、おそらくハイパーソニックも見られるんじゃないかと思います。この動画を見て興味が出てきた方は、ぜひ来月発売のソニックオリジンズを買ってハイパーソニックを解放してみてくださいね。続いてご紹介するのはダークスパインソニック。こちらはソニックと秘密のリングという作品に登場する姿で、ソニックアドベンチャーなどにおけるスーパーソニックと同様にラスボス戦で変身する姿です。一方で通常ステージでこの姿になる方法はないので、これまで紹介してきたスーパーソニックなどとは違って完全にラスボス専用の姿ということになりますね。体は黒に近い紺色になっていて、目が白目になっているなど一見すると凶暴そうな見た目をしていますが、中身はいつものソニックで我々の味方なのでどうかご安心ください。この姿もよく見るとめちゃくちゃかっこいいので、ソニックの変身姿の中でもかなり好きな姿です。口調が少し荒々しくなっている点もワイルドでいいですね。全体的にソニックの獣の部分が少し強調されたようなキャラクターになっているので、普段とは違った魅力があります。このダークスパインソニックが登場するソニックと秘密のリングは2007年に Wii で発売されたゲームです。絵本シリーズもしくはストーリーブックシリーズと呼ばれるソニックの外伝シリーズの一つで、世界的に有名な童話集アラビアンナイトの世界にソニックが迷い込んで大冒険を繰り広げます。本の中であることを強調するようなムービーが流れたり、Wii リモコンを傾けたり振ったりして操作するなど、シリーズ中でもかなり異色な作品ですが、この今作独特の世界観がだんだんと癖になる名作です。そんな今作にはアラビアンナイトの世界を滑る7つの世界リングというアイテムが登場します。これはソニックたちの世界におけるカオスエメラルドに相当するアイテムで、この世界リングの力を借りてソニックがダークスパインソニックに変身することになります。まさにカオスエメラルドとスーパーソニックの関係のようになっていますね。ただ能力を見るとスーパーソニックとは全く違う仕様になっていて、このダークスパインソニックではリングが徐々に減っていくことはなく、攻撃も普通に受けてしまいます。ですが画面右側にあるゲージ、これはソウルゲージという名前で今作で必殺技を放つ際に使用するゲージなんですが、このダークスパインソニックではこのソウルゲージを好きなタイミングで貯められるという能力があります。そしてこのソウルゲージを消費して放つスピードブレイクという技を使ってラスボスの攻撃を跳ね返し、ひるんだところを攻撃するという戦法で戦っていくんですね。ただこれだけ派手に戦っておきながら最後にダメージを与える方法は普通のパンチです。そこは物理なんだっていう感じですよね。いかつい見た目をしたソニックが頑張って殴っています。よく見ると敵の攻撃を跳ね返す際も蹴りを入れているので、このダークスパインソニックでは全体的な身体能力が強化されているのかもしれないですね。そんな思わぬギャップも兼ね備えているダークスパインソニックですが、実はその操作性にもかなり癖があるんです。癖というか、もうとにかく戦闘がしんどいことで有名なんですね。というのもこのラスボス戦の流れはさっきも言ったように、まずソウルゲージを貯めて、次にスピードブレイクを放って敵の攻撃を跳ね返し、敵がひるんだ隙にパンチを加えるというものなんですが、実はこの工程のうちソウルゲージを貯める、敵の攻撃を跳ね返す、連続でパンチをするという部分は全て Wii リモコンを振りまくるという操作になるんです。4分の3が Wii リモコンを振る操作なので、実質ほぼずっとリモコンを振り続けることになります。もうこれがめちゃくちゃしんどいんですね。しかも結構しっかり振らないと負けてしまうので、もうマジで腕ぶっ飛ぶかと思いました。実際筋肉痛にはなりましたしね。といった感じで性能や操作性に関しては少々突っ込みどころがあるダークスパインソニックですが、さっきも言ったように見た目は非常にかっこいい上にラスボスを倒した後のセリフ、これもまた最高なんです。ということでダークスパインソニックの紹介の最後にぜひそのセリフを聞いていってください。ヨタ話は終わりだイレイザー、お前の物語は暗すぎる。続いて紹介するのはエクスカリバーソニック。こちらはソニックと暗黒の騎士という作品に登場する姿で、一つ前のダークスパインソニックと同じようにラスボス戦でしか見られない姿です。ソニックが黄金の鎧に身を包み、その腕には大聖剣エクスカリバーという剣が握られています。ソニックが剣と思う方もいるかもしれないんですけど、これはそもそもソニックと暗黒の騎士というゲーム自体がソニックが剣で戦うというコンセプトになっているからです。このソニックと暗黒の騎士というゲームは一つ前に紹介したソニックと秘密のリンクと同じストーリーブックシリーズの一つで、今作ではアーサー王と円卓の騎士の世界にソニックが迷い込みます。
そしてその世界で出会ったカリバーンというシャベル剣と一緒に冒険を繰り広げるという物語になってるんですね。ソニックとカリバーンの掛け合いがすごく面白くて大好きだった記憶があります。またそんな今作にはアーサー王伝説に登場する円卓の騎士の中からランスロット、ガウェイン、パーシバルが登場します。すごく見覚えがある姿をしていますが、皆さんが思った人物とはあくまで全くの別人です。そして彼らはそれぞれ聖なる武具を持っていて、これらの武具とソニックが持つカリバーンが融合することによって大聖剣エクスカリバーが誕生。そしてソニックもエクスカリバーソニックへと変身を遂げることになります。これまで紹介してきたものとは違って、このエクスカリバーソニックはソニックが鎧を着ただけと言ってしまえばまあそうなんですが、それでも空を飛ぶことができるようになっていたり、巨大なラスボスの攻撃を軽くいなすことができるなど、他の姿と比べても全く引きを取らない強さを秘めています。そしてこのエクスカリバーソニックは何よりその変身までの過程がめちゃくちゃかっこいい。ラスボスの元に単身乗り込んだソニックですが、その圧倒的な力の前になす術がなく、一方的に痛めつけられてしまいます。そんな姿を別の場所から見守っていた円卓の騎士たちは、これ以上戦うな、もう逃げてくれとソニックに訴えるんですが、それでも戦いを続けるソニック。騎士は敵を前に逃げたりしないんだろうというソニックに対し、騎士道なんてもう関係ない、頼むから逃げてくれと懇願するガウェインですが、そんな仲間たちの声に対するソニックの返答はというと、騎士道なんて花から関係ない、俺はただ俺の行きたい道を行きたいだけだ。このセリフとともに聖なる武具が共鳴を始め、エクスカリバーソニックが誕生するという流れになっています。いやー、めちゃくちゃ熱い展開ですよね。やっぱりこのラスボス戦にかけての盛り上がりというのは 3D ソニックの醍醐味です。また、俺はただ俺の行きたい道を行きたいだけだというこのセリフめちゃくちゃかっこいいことはもちろんなんですが、一方でソニックの価値観というか生き様みたいなものがはっきりと現れているセリフでもあるんですよね。ソニックというのはもちろん根っからの騎士ではないですし、悪を絶対に許さない正義の味方というわけでもないんです。結果的にこれまで何度も世界を救ってはきたんですが、それらは全てソニックがそうしたかったからそうしたに過ぎないんです。決して正義のためではなく、今作での行動も騎士道を重んじるためではありません。そういったものに全く縛られずに、ただ自分の心に従って自分の道を行く、それがソニック・ザ・ヘッジホッグというキャラクターなんです。一方で円卓の騎士の3人は騎士道というものに縛られてしまい、自分の信じる道を進めなくなっているという描写が作中で何度も描かれています。騎士道を重んじるのであれば主君への忠誠は絶対です。ですがその主君の考えがもし自分の中の正義と食い違っていたら、そんな時にどうすればいいのか彼らは分からなかったんですね。対してソニックはというと、一貫して自分の信じる道、自分が行きたい道を進み続けていました。そんなソニックに大聖剣エクスカリバーといういわば騎士道の頂点ともいえる存在が力を貸した。つまりこのソニックの考えこそが真の騎士道なんだ、そういうことを言いたいんじゃないかと思うんですね。自分の仕える主君に忠誠を誓う、相手とは正々堂々勝負する、騎士道のそういった面は確かに素晴らしいです。ですがそういった考えに決して縛られることなく、最後は自分の心に従って決断するんだ、そして周りの人や世界を助けるんだ、こういった考えこそが真の騎士道であり、とても大切なことなんだというメッセージが込められているシーンなんじゃないかと僕は思いました。この辺りの印象は実際にゲームを遊んでみないとなかなか伝わりづらいところでもあるので、もし機会があったらぜひこのソニックと暗黒の騎士遊んでみてほしいですね。Wii でしか発売されていないので今からだとちょっと遊びづらいんですが、興味のある方はぜひ中華屋さんで探してみてください。続いてはこれまでと比べてちょっと恐ろしい姿、ソニック・ザ・ウェアホックについてご紹介しましょう。こちらはソニック・ワールド・アドベンチャーというゲームに登場する姿で、ご覧のように腕がかなり発達していることに加えて鋭い爪や牙が確認できるなど非常に凶暴そうな見た目をしていますよね。これ本当にソニックなのかと疑ってしまうぐらいです。このソニック・ザ・ウェアホックはこれまで紹介してきた姿とは違ってラスボス戦専用とかではなくて、この姿で普通のステージを攻略することになります。ソニック・ザ・ウェアホックが登場するソニック・ワールド・アドベンチャーには同じステージに昼と夜の2種類が用意されていて、昼に挑戦するといつものソニックで、夜になるとこのソニック・ザ・ウェアホックに変身してステージを攻略することになります。暗いところで見るとより一層恐ろしく感じますね。一体ソニックはどうしてしまったんでしょうか。ソニックに何があったのかというと、事件はソニック・ワールド・アドベンチャーの冒頭で起こりました。いつものようにエッグマンの野望を阻止しようとエッグマンの艦隊に乗り込んだソニック、カオスエメラルドの力も借りてスーパーソニックに変身しエッグマンを追い詰めます。しかし必死に許しを請うエッグマンの姿に油断したソニックは一瞬の隙を突かれて拘束されてしまいました。
そしてエッグマンはソニックの体からカオスエメラルドを取り出し、その力を使って地球に光線を放ちます。するとなんと、地球にいくつもの大きなひびが入り、その中から巨大なエネルギー生命体が出現しました。この生命体の放つエネルギーを浴びたソニックは、徐々にその姿が変化していき、ついにはあの恐ろしい獣の姿、ソニック・ザ・ウェアホックになってしまったんです。これまで紹介した姿はいずれも敵を倒すためにパワーアップした姿でしたが、このソニック・ザ・ウェアホックに関しては、エッグマンの行動によって変身させられた姿ということになりますね。そのため、これまでのように純粋なパワーアップというわけにはいかなくて、ソニックの大きな武器であるスピードが失われてしまっています。その代わりに腕力が上がっていて、さらにこの腕は自由自在に伸ばせるので、この腕を使って敵を倒したり、ステージの仕掛けを攻略していくことになります。普段のソニックと全然違ったゲーム性になるので、かなり賛否両論があるパートなんですが、個人的にはこのソニック・ザ・ウェアホックで攻略するパートも好きでしたね。戦闘は無双シリーズのような爽快感がありますし、ステージ中の仕掛けもアスレチックみたいで楽しいです。ただ結構難易度が高めに設定されていたりもして、例えば後半になると雑魚敵でも割と体力が多かったり、出てくる敵を全滅させないと先に進めなかったり、ステージ中の仕掛けについてもボタン入力のタイミングがかなりシビアだったりしたので、もう少し優しめのゲームバランスにしてくれてたらもっと楽しめたかなというのも事実です。本当にアクションゲーム苦手な人は積むんじゃないかってぐらい難しいんでね、もう少し万人向けてもよかったんじゃないかなとは思うところです。ちなみに最初の方にこのソニック・ザ・ウェアホックは夜になると変身するという話をしたんですが、なぜということについてもう少し補足しておこうと思います。実はソニックがこのような姿になった原因であるこちらのエネルギー生命体、この生命体はダークガイアといって、体から負のエネルギーを発する生命体なんですね。しかもその負のエネルギーは夜になると活性化するという設定になっているので、普通の人間はこのダークガイアのエネルギーを浴びると負の感情が活性化して、夜になると暴れ出したりめちゃくちゃネガティブになったりしてしまうんです。一方ソニックはというと、そもそも負の感情を持ち合わせていないため、夜になっても性格が変わるといった症状は現れないんですが、物語の冒頭でダークガイアの放つエネルギーをかなりの量浴びてしまったため、姿は変化するようになってしまったということになっています。なんか分かったような分からなかったようなといった感じですかね。ちなみに余談ですが、このソニック・ザ・ウェアホックの姿はモンスター界ではイケメンの部類に入るらしく、ナイト・オブ・ザ・ウェアホックというショートムービーでは幽霊の女の子に一目惚れされるという描写がありました。やはり我らがソニック、どんな姿になってもそのかっこよさは不滅みたいですね。続いて紹介するのはアシュラ・ザ・ヘッジホック。これ知ってる人いますかね。知ってる方いたらかなりのソニックマニアだと思います。このアシュラ・ザ・ヘッジホックというのは、これまで紹介してきたソニックの姿と違ってバグ技で出現する姿です。公式の姿じゃないんですね。なんで実を言うと、このアシュラ・ザ・ヘッジホックという名前自体も海外のソニックファンが勝手に名付けたもので、正式名称はありません。グリッチソニックと呼ばれたりもするんですが、個人的にアシュラ・ザ・ヘッジホックの方がかっこよくて好みなので、この動画ではアシュラ・ザ・ヘッジホックと呼んでいきたいと思います。このアシュラ・ザ・ヘッジホックは1992年発売のソニック・ザ・ヘッジホック2でとあるバグ技を使うことで出現させることができます。まずは隠しコマンドを使ってエディットモードを適用し、エメラルドヒルに入ってください。ちなみにこのエディットモードというのは、ステージ中の敵やオブジェクトを自由に配置できる裏技で、タイトル画面からオプションに入り、その中のサウンドテストであるコマンドを実行すると発動します。実際どんなコマンドか知りたい方は、以前投稿したこちらの動画をご覧ください。このエディットモードは公式も認めている裏技なので、安心して試しちゃってください。一方でこれから紹介するアシュラ・ザ・ヘッジホックを出現させるバグ技は、公式から認められているわけではない上に、ゲームに少し負荷をかけてしまう方法なので、試してみる際は注意してください。それでは話を戻して、アシュラ・ザ・ヘッジホックを出現させていきましょう。エディットモードを発動した後エメラルドヒルに入ったら、そこでこの何も映っていないオブジェクトを選択します。そしてこのオブジェクトをひたすらその辺に配置しまくってください。配置すると滝が見えることがあると思うんですけど、それで合ってるんで大丈夫です。そしてしばらく配置していると、画面左下のソニックの残機数を表すアイコンがご覧のように変化します。この状態でソニックに戻ると、最初にご覧に入れた緑と黒が入り混じった姿、アシュラ・ザ・ヘッジホックになってるんですね。ちなみにゴール地点にあるパネルもしっかりアシュラ仕様になっています。あくまでバグ技なので性能が変わるわけではないんですけどね。ただこのアシュラ・ザ・ヘッジホックは海外では結構話題になった姿なんです。その見た目が暗めで毒々しかったこともあり、闇落ちしたソニックみたい、もしくは偽ソニックみたいという感じで悪役版ソニックとして有名になったんですね。Google 画像検索などでアシュラ・ザ・ヘッジホックと検索すると色々なファンアートがヒットします。今でこそソニックに似ているキャラとしてシャドウがいますが、当時はまだソニック、テイルス、エッグマンくらいしかいなかったので、ファンの妄想がはかどったみたいですね。主人公にいた悪役なんていうのは創作物の世界ではなくてはならない存在だったりしますよね。
その存在に魅力を感じるのは日本でも海外でも同じみたいです。また海外ではソニックの漫画も連載されてたんですけど、その中に登場するスカージ・ザ・ヘッジホッグというキャラクター、このスカージはソニックと同等の力を持つ悪の存在という設定のキャラクターで、なんとスーパー化までできちゃうんですけど、そのスカージのモデルになったのが今紹介しているアシュラ・ザ・ヘッジホッグなんじゃないかとも言われています。確かに体が緑色であることやソニックに似た悪役という設定を聞くと、まさにアシュラ・ザ・ヘッジホッグが連想されますよね。真相は定かじゃないんですが、一種の豆知識として持っておくと面白いんじゃないかと思います。さあいよいよ次が最後の姿です。あのソニックがなんと闇落ちした姿、ダークソニックについてご紹介します。最後にご紹介するダークソニック、こちらはゲームではなくて2003年に放送されたテレビアニメソニック X で登場した姿です。何ですか？あれ？ソニック X 見てたけどそんなのいたっけと思う方も多いかと思います。というのもこのソニック X には実は1期と2期があるんですが、日本でテレビ放送されたのは1期までで、2期はテレビ放送されてないんですね。2009年頃からようやく日本でもネットで配信され始めたので、見たことないという方も多いかと思います。今 Amazon プライムなどで2期まで見ることができるので、興味がある方はぜひ見てみてくださいね。ちなみにちゃんと日本語の声優さんたちが声を入れているのでご安心を。とここまで言えば察しがつくと思うんですけど、これから紹介するダークソニックが登場したのは、日本でテレビ放送されなかった2期の方なんです。なるほど、そりゃ知らないわと。ソニック X 見てたはずなのに覚えがないという謎が解けたところで、早速このダークソニックに関する解説を始めようと思います。このダークソニックは体が黒っぽくなっている点や目が白目になっている点などがなんとなくさっきのダークスパインソニックに似てるなと思う方多いかと思うんですけど、このダークソニックはその見た目の通り、ソニックが闇落ちしてしまった姿になります。ソニックが闇落ちしたのは後にも先にもこの時だけです。ちなみにこのダークソニックという名前は正式名称ではなくてファンが名付けた名前で、正式名称は分かっていません。そんなダークソニックが登場するこのソニック X の2期は、ソニックたちがメタレックスという機械生命体たちと戦う物語になっているんですが、ある時ソニックの仲間であるクリスとコスモがメタレックスの幹部に捕まってしまい、さらに危害を加えられてしまいます。それを見たソニックが怒りから我を失ってしまい、ダークソニックへと変貌してしまうんです。このダークソニックは戦闘力が格段に向上していて、普段のソニックと互角の戦闘力を誇るロボットを瞬殺してしまいます。あわやこのまま大暴走してしまうかと思ったんですが、その時意外な人物が現れてダークソニックの暴走を食い止めることになります。その人物とはドクターエッグマンです。エッグマンはソニック、わしを悲しませるな、貴様が怒りや憎しみに飲み込まれてどうするとソニックをたしなめ、正気を取り戻させます。この暴走を仕掛けたソニックを止めるのがエッグマンだという演出、たまらなく最高ですね。普段はソニックを目の敵にしているエッグマンですが、心の底ではソニックの実力や生き様を認めていて、ソニックが道を踏み外すのを見たくないと思っていることがよく伝わってきます。ソニックを敷かれる人ってなかなかいないですよ。もしかしたらエッグマンはこれまでずっとソニックと争ってきたがために、ソニックと対等に話せる数少ない人物になっているのかもしれないですね。このシーンに限らずソニック X ではエッグマンがめちゃくちゃかっこよく描かれていることが多いので、ぜひ一度見てみてほしいですね。そんなエッグマンの活躍によってあまり出番のなかったダークソニックですが、それでもやっぱり一度見たら忘れられないくらい大きなインパクトがあります。特に実際のアニメだと声がガラリと変わるんですね。声優さんは同じなんですけど、本当に別人のように低い声になるんです。これもまたゾクッとしました。僕の中でソニックって完璧に近い存在だったので、そんなソニックが闇落ちしてしまってめちゃくちゃ衝撃だったんですね。ただ闇落ちした理由が仲間を傷つけられたからというところはやっぱりソニックだなという感じです。おそらくですが、自分のためにはここまで激怒することはないでしょうね。大切な仲間を傷つけられたからこそ暴走する寸前まで行ってしまったんだと思います。それにしてもダークソニックの強さたるや、何があってもソニックは怒らせない方が良さそうです。以上、ソニック四辺下の解説でした。皆さんはいくつご存知でしたか？また、どの姿が一番気に入ったでしょうか？どれも非常に印象的な姿でなかなかこうつけがたいところなんですが、個人的にはやっぱダークスパインソニックのデザインがかなり好きですね。やっぱりダークヒーローってかっこいいじゃないですか。それっぽさがあっていいですよね。あと、パンチのギャップにやられました。皆さんが好きなソニックの姿もぜひコメントで教えてください。といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録や高評価、たくさんのコメントもぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。